おはようございます。メリカミ太一です。今日は旬の食材モリュウダケを使ってモリュウアラクレームを紹介したいと思います。今回マルシェで珍しく見つけました。なかなかマルシェでフランス産が出回ることはないのですが、さすがに旬といえども高級でキロ計算すると89ユーロのモリュウダケを使います。それを使ってモリュウアラクレームを紹介します。それでは始めましょう。まずは下処理をしていきます。下処理は足の部分の先をちょっと切ります。こうすることによって中までよく洗いやすくなりますし、土とかがついているとその部分を取り除きます。このモリュウダケは春の代表的な食材の一つです。やはりアスパラ、ボウ、子牛ですね。あとモリュウダケ、この3つの食材は春先に一番美味しい季節を迎えます。モリュウダケは4月5月が旬なので、やはりこの時期になるとフランス料理ではこの3つの食材を使った料理をよく提供することになります。あと美味しいモリュウダケの見分け方ですけども、やはりあまり乾燥しきっていないもの、あと傘の部分がちょっと溶けていたりするものは避けた方がいいと思います。私たちがレストランで業者から購入する時でもその点を注意していますので、もしマルシェで買うことがあればその辺を注意して購入してください。やはり料理はどんだけ手をかけたとしても原材料がいいものを使わないと美味しい料理が仕上がりません。なので食材選びはよく注意を払って食材を購入してください。それでは続いて洗っていきます。ラベという作業ですね。この作業とても大切です。せっかくいい食材を使っても、もし砂が残っていたりすると食べた時に嫌な感じになります。なのでここできっちりと洗います。まず1回目、大量の水、多めの水に入れてこのような感じでよく洗います。でこのように手で丁寧に洗ってやります。もし金属のものなど使うと割れやすいので手でよく洗ってやります。でこのように上に浮いてるモリュウダケを手ですくい取ります。モリュウダケを取って新しい水に移し替えます。もしこれをザルなどに上げてしまうと下に残った砂がまたモリュウにかかってしまいます。基本的に砂、石などは下に残りますので、これを繰り返しながら洗ってモリュウだけを手で取って新しい水に移し替えていきます。はい、これでまた4回目ですけども丁寧に洗い続けてください。せっかくいい食材を手に入れたのに下処理が丁寧にできていないと仕上がりに差が出てしまいます。大変ですけどもあと5回目洗います。毎回このよく洗った後にモリュウだけを手で取って新しい水に移し替えます。こうすることによって砂が底に沈みますのでモリュウにかかることはありません。最後このように底を触って砂を感じなければ終わりです。最後1回はモリュウだけの中をきれいに洗って立てておいて水気を切ります。これでモリュウだけの下処理の終了です。何度も言いますけども、より美味しい食材、いい食材を手に入れたら丁寧に下処理をしてください。そうすることによって仕上がりがとても美味しい料理になります。それでは下処理したモリュウに火を入れていきます。ココット鍋にオリーブオイル、バターを入れて、今回はモリュウだけの風味を最大限に生かしたいのでニンニクは丸のまま潰さずに入れてほんのり香りを立たせたいと思います。モリュウだけはしっかり火を入れないと多少毒がありますのできっちりと火を入れてあります。今回あえてココット鍋を使うことによって他のブイヨンですね、ブイヨンドボライなどを足さずにモリュウだけ自身の水分だけで煮ていきたいと思います。このココット鍋を使う利点はやはり蓋をした時に蒸気が漏れないのでモリュウだけ自身の水分が鍋の中に充満します。なのでここで軽く塩と胡椒をして混ぜて油となじましてから蓋をしてゆっくり火を入れていきます。もちろん最初にエシャロット、ニンニクのみじん切りをよく炒めたところにモリュウだけを入れて同じように火を入れても構いません。今回は本来のモリュウだけの味を楽しみたかったのでニンニクはあえて丸のまま、エシャロットは入れずに火を入れています。蓋をしてよく火が入った段階で
このような感じに盛り湯から水が出てきています。一切今回ブイヨンは足していません。よく盛り湯だけに火が入ったら、ここで今回はバンジョーヌ、黄色いワインですね、ジュラ地方特産の黄色いワインを入れてアルコール分を飛ばしていきます。大切なのはアルコールを入れる前にきっちり火を入れてやるということです。アルコールが入ると酸の関係で火が入りにくくなります。なのでアルコールを入れる前にきっちり野菜、食材に火を入れる。そしてアルコールを足したらきっちりとアルコール分を飛ばしてあります。きっちりアルコールが飛んだので生クリームを入れてそのまま再度煮詰めていきます。今回は最初から最後まで中火の強火をずっと保ちながら火を入れてきました。最後時々このようによく混ぜながら盛り湯に火を入れてクリームをレジ煮詰めていき、ソースとして仕上げていきます。今回この動画の中でバンジョーヌを使いましたけども、白ワインを使ってもらっても構わないと思います。ただ私個人的にバンジョーヌ、黄色いワインですねの風味と盛り湯だけがよく合うと思うのでバンジョーヌを使いました。それでは温めたお皿に盛り付けていきます。今回はリードボーのガルニチュールとして作りました。また動画がありますのでそちらを参考にしてみてください。ただこのモリアラクレーム、このモリアラクレームだけでもちゃんと立派なフランス料理の一品になります。横にパンドカンパーニュ、バゲットなどをトーストしたものを添えて出したら非常に美味しい春の一皿になります。春が旬の食材、生のフレッシュの盛り湯だけを使ったこの料理、日本では手に入りにくいかもしれません。ですけどもし手に入ればぜひフレッシュの盛り湯を使って作ってみてください。春を感じさせる美味しいフランス料理ができます。それではお疲れ様でした。ボナペティ。